にちは。四国メタンです。今日は東京在住の大分サポが岩田までやってきたのだ。3-0 で勝ったから最後まで見てね。それでは東京駅に行って新幹線に乗るのだ。ちょっと待って、今日は平日の金曜日よ。どうして見に来るの？会社で朝一に健康診断を受けろってことで、この試合日に有給休暇を取得したのだ。好きなクラブのために健康診断の日にちと試合日を合わせるとは新人深いわね。それから僕はバリウムを飲む年齢に達していないから、低速と勝ちを抜かれるだけで1時間もしないで終わったのだ。しれっと若い人アピールは草。東京駅に着いたのだ。今回は光号で浜松駅に向かって。この光、何の光？何もない。はいはい、面白い面白い。浜松駅から東海道線で御厨駅に向かうわよ。知恵田だけはノータッチで最低限の配慮を感じるのだ。今回は JR 東海のアプリでチケット予約したから、関東圏や東北の遠征がメインだからややこしさもあるのだ。こういう違いを楽しむのもアウェー遠征よ。浜松駅に着いたのだ。実は新幹線内で爽やかハンバーグの待ち時間ににらめっこしながら行くか行かないか悩んだのよ。今は12時半だけど待ち時間が30分待ちだから、早速遠鉄百貨店の爽やかハンバーグに突撃するのだ。ウキウキで乗り込んだら1時間待ちって案内されちゃったわね。ネットで見た待ち時間と違ったけど、百貨店内を見回って時間を潰すとするのだ。ちなみに遠鉄百貨店の5階にエヴァンゲリオンのオフィシャルショップが出店していたのよね。事前情報も調べていなかったからいい時間潰しになったのだ。ちなみにここではアニメ版の原画集を買っていったわよ。ガチってて草。もうそろそろ時間だから爽やかハンバーグに戻りましょう。ということで店内にやってきたのだ。爽やかハンバーグは静岡県に出店していて、静岡県内に遠征しているアウェーサポは必ずと言っていいほど訪れているの。そして人気な理由は店員さんが目の前でハンバーグを切ってその場で焼き上げてくれるのだ。今回はげんこつハンバーグとランチセット、ドリンクは玄米緑茶にしたわよ。ハンバーグソースはオニオンかデミグラスが選べて、僕はオニオンソースを選んだのだ。それで気になるお味は？牛の本来の味わいで余計なものが入っていないのだ。とてもシンプルなんだけど飽きが来なくて、ハンバーグも最後まで冷めず美味しくいただけたのだ。ちなみに店内には大分のユニフォームやグッズを身につけていたお客さんもいたわよ。それでは14時過ぎだけど早めに御厨駅に向かいましょう。御厨駅に着いたのだ。御厨駅周辺を下調べしたら、周辺には古墳が点在しているので、正式名称は御厨古墳群というのだ。地図を見てこの場所はこうだったと想起させるのも楽しいわね。でもまだ試合まで4時間もあるのだ。どこに行くのだ？今回はヤマハスタジアムから近くにあるヤマハコミュニケーションプラザに来たわよ。たくさんのバイクが展示されているのだ。今日はエヴァンゲリオンにハンバーグにバイクにと、男の子がそのまま大人へと成長してしまった遠征記録になりそうね。しかも入場料は無料なのだ。でもバイクやモーターの展示はわかるけど、ピアノとか打楽器がないのだ。バイクやモーターを製造するのがヤマハ発動機株式会社で、ピアノや打楽器を製造するのがヤマハ株式会社なの。だから企業ロゴの色も違うのよ。要は別会社なのだ。ちなみに楽器製造の技術が買われて、戦前はプロペラ製造をしていたのよ。ヤマハ発動機の原点が楽器製造なのは知らなかったのだ。今ではバイク以外にも自動車モーターや発電機など製造業の垣根を越えて社会インフラを支えているのだ。ヤマハスタジアムに着いたのだ。今回は指定席だからゆっくり外周を見て回りましょう。
まずはホーム側にあるスタグルを見回るのだ。アルゼンチン料理のスタグルが気になったのでここにしたのだ。ブラジルは聞いてもアルゼンチンは聞きなじみがないわね。今回はチョリパンとビールのセットをいただくのだ。チョリパンはアルゼンチンを中心にチョリソーを鉄板で焼いてフランスパンに挟んで食べる料理なの。ハンバーグもまだ胃袋に残っているから軽食にはちょうどいい大きさなのだ。チョリソーは焼きたてでパンは熱々ふかふかで全てのスタグルの模範的存在なのだ。続いてはスタジアムに入場するのだ。今日は金曜日開催で大分側には200人以上来たのよ。それでも200人も来たのはすごすぎるのだ。前節の千葉戦では攻撃において意識がなかったから今日の岩田戦ではどのような試合をするのかが気になるわね。それに大分はアウェー2連戦でハードルも高いのだ。移動日も含めて中4日しかなかったしどこまで修正できてるか見ものね。選手たちが来たのだ。それでは今回の注目選手は今日は右サイドの吉田選手と左サイドのデルラン選手に注目するのだ。2人同時は珍しいわね。両選手はビルドアップやオーバーラップもできるから岩田が手薄になったサイドをついてほしいと思うのだ。前節の千葉戦では攻めきれなかったから守備ラインを高くして中盤から組み立てられると良いわね。それでは試合終了まで守るのだ。やったのだ。今季の観戦で初勝利なのだ。このスコアは予想外だったわ。シュート数もボール支配率も劣勢だったけど岩田のミスをついて効率よく得点できたのだ。ちょっとだけ第一次片野坂監督時代を彷彿とさせる内容だったわ。前半はふわふわっとした試合だったけど後半は大分のペースで危なげなくクリーンシートも達成できたのだ。特に伊佐選手は前線からプレスして岩田のパスの出しどころを封じていたのだ。そのプレスが岩田のパスミスを誘って大分がボールを奪ったりスローインでリスタートしていたわね。攻撃においてもうまくボールを収めたり相手の動きを見ながらパスをさばいていたのだ。伊佐選手が前線にいる以上得点にも目がいってしまうけど周りを生かした献身的な動きは重宝されるわね。アウェーでこれ以上ない勝利だしましては去年まで J1 にいた岩田だから自信を持てるわね。それではスタジアムを後にするのだ。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。はいはい、お疲れ様ね。浜松から22時7分発の東京行きの最後の新幹線に間に合わないとの着確定だったからね。静岡だと日帰りができるからメリットなのだ。それで次回のアウェーはどこになるのかしら。次回は5月6日のモンテディオ山形のアウェーに行くのだ。大分にとって山形も鬼門だからね。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。次回の山形戦のアウェー観戦記もよろしくお願いします。ありがとうなのだ。